皆さんこんにちは、ルーム横井です。今年の夏も暑かったですね。2025年の夏休み、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。私はというと、この夏も日本を脱出しました。この夏、私が行った国はどこでしょう。私は今年の夏、アブダビ経由でトルコに行ってきました。それではこれから登場していきます。これからトルコに向かう飛行機に乗るんですが、まだこの時は現実感がありませんでした。離陸して成田上空を飛んでいるところです。なんというか、まだ夢の中にいるみたいな感覚です。今回初めてエティハドエアウェイズを使いましたが、そんなに悪くはなかったです。さて、こちらの映像はイスタンブール到着約1時間くらい前のものです。機上から家並みとかが見えるようになってきました。約17時間の搭乗時間も間もなく終わりです。イスタンブールの街並みをしっかりと見えてきました。さすがトルコのかつての首都ということだけありますね。イスタンブール都市圏の人口は約1600万人、大都市です。かつてのコンスタンチノープル以来の世界の主要都市です。興奮します。飛行機は着陸態勢に入りました。イスタンブール国際空港、無事に着陸しました。それにしても天気が良くて良かったです。去年のノルウェーは全日程で雨だったので、今年は晴れてほしいです。最近はヘルメットを持参しています。当然ながら手荷物がその分増えてしまうのですが、自分のヘルメットの方が勝手が分かるだけに快適です。土曜日の昼過ぎの時間帯なのですが、空港内は空いていました。こちらに見えている飛行機が今回私が搭乗したエティハドエアウェイズです。さて、撮影禁止のパスポートコントロールや税関を出て、これから外に出ていきます。まずはホテルに向かいますが、荷物が大きすぎるのでタクシーで向かいたいと思います。タクシー乗り場が見つかりました。価格交渉をしていきましょう。Hello. How far from here to Tattoo Hotel Istanbul? 5 minutes. Dolar, Five euro, minutes? minutes, yes. Dolar, euro, lira. Lira, please. Lira. Yes. Sen aldın mı abi? 1006. Okay, no Oh, yes, okay. Yes, please. やっとタクシーに乗ることができました。で、スマホを見ながら運転はやめてほしいものです。かなりのスピードでホテルまで走ってくれました。ちょっと怖かったです。そしてこちらがイスタンブール初日のホテルです。窓がない代わりに謎の風景画が映し出されていました。バストイレは清潔で良かったです。早速ホテル近くのタクシム広場を観光します。タクシムとはトルコ語で分配を意味します。オスマン帝国時代、ここで水道が市内各地に分配されたそうです。タクシム広場から南西へ下る道がイシティクラル通りです。イシティクラルとは独立を意味し、トルコ独立戦争の勝利を記念して命名されました。石畳の歩行者天国、おしゃれですね。
そしてその人混みの中、ゴミ収集車が爆走していきました。それにしてもとにかくここは人が多かったです。こちら名物のレトロトラムです。1871年に始まったイスタンブールのトラムですが、1966年に一度廃止されます。しかし観光的な価値から1990年に当時の車両を再現修復し、昔ながらの赤い車体で復活したそうです。タクシム広場近くにあった魚料理屋で夕食をとることにしました。で、今編集しているのですが、支払い明細を見たらちょっと金額が合いませんでした。メニュー表の価格とクレジットカードの請求額が合致しませんでした。ちょっと残念です。正直なところ、味も私の口には合いませんでした。この後はホテルに戻ってすぐに寝落ちしました。それではこれから張り切ってレンタルバイク屋に向かいますって言いたいところですが、ここで信じられないような緊急事態が発生しました。なんとバイク屋の人が私のレンタル開始日を間違えていて、今イスタンブールにいないということが分かりました。何度もメールで日程を確認していただけに勘弁してくれよという話なんですが、頭が真っ白になりながらも電話と WhatsApp でやり取りをして今後の対応を相談して、結局バイク屋は16時くらいにイスタンブールに戻るということなので、それまで近所を観光しながら待つことにしました。ということで場面は急遽変わってバイク屋近くのガラタポートにやってきました。ここガラタはイスタンブールのヨーロッパ側カラキョイ地区にある約 1.2km にわたる海岸沿いの再開発複合施設です。もともとは中世、特に12世紀から15世紀にかけてジェノバ人が居住し、交易の拠点とした地域で港としても発展したところでした。この海峡沿いの住宅地は世界で最も高価な不動産の一つで、トルコの富裕層や有名人が住んでいるエリアだそうです。こちらはイスタンブールモダン美術館です。ヌスレティエモスクは19世紀前半にムハンマド2世によって建立されたオットマンバロック様式による建物です。ガラタポートクロックタワースクエアは19世紀中頃に建てられたオスマン時代の塔です。高さ15メートル、当時のイスタンブールで数少ない公共時計の一つでした。さて、ようやくバイク屋が到着して16時過ぎになって出発です。こんな慌ただしい出発は初めてです。本来ならパッキングから動画を撮影するのですが、今回はそんな余裕もなく急いで身支度を整えて出発です。地下駐車場で契約関連をそそくさと済ませたのも初めての経験です。今回レンタルしたバイク屋ですが、個人でやっているところのようで店舗はありませんでした。事務室自体は別途あるようなのですが、バイクは駐車場に停めて管理しているようです。メンテナンスとか大丈夫なんだろうかってちょっと心配になります。元アドベンチャーズ・イン・ターキースタートです。先ほど何度か歩いた手満州通りを進んでいきます。そうそう、今回レンタルしたバイクはスズキの V ストロームの 650cc です。バイクについては後ほど改めてご紹介しますね。ちなみにこの左側の建物の向こう側はガラタポートになります。この辺意外と整然としている感じがしますね。と思ったら案の定詰まってしまいました。大渋滞です。これだけ渋滞しているとすり抜けしたくなるんですが、バイクにもまだ乗り慣れていないのでちょっと怖いです。初日なので安全運転でいきたいと思います。ようやく動き出しました。おっと、ウインカーとクラクションを間違えてしまいました。よくやるやつです。
市街地の走行緊張します。ここ左側の道に入らなければいけなかったのですが間違えてしまいました。ということでまたケマンケシュ通りに戻ってきてしまいました。一周してなんとかルートを修正できました。やれやれです。カオスの市街地を抜けていきます。そういえばイスタンブール市内を走っているとやたらとサイレンが鳴っています。これでハイウェイに入ったんでしょうか。と思ったのですが歩道を人が歩いているのでまだ一般道のようです。正面のアーチ状の建物はバレンス水道橋です。西暦368年ローマ皇帝バレンスによって作られた水道橋です。かつてのビザンツ帝国の首都コンスタンチノープルに水を供給するために作られました。宮殿や浴場、噴水などに水を送るライフラインとして機能していました。現存部分の長さは約921メートル、高さは最大で約29メートル、上段に水道管が通る2層アーチ構造になっています。ようやくハイウェイに入ったのですがいきなり大渋滞でした。こんなところで水を売ってます。ここでも水を売ってます。すごいですね。そういえば昔モロッコを走った時にもこんな人がいました。もうそこら中でクラクションを鳴らしてます。ここはジャンクションになっているんですが合流するのも命がけです。日本のように整然と走ることは期待してはいけません。自己渋滞以外で渋滞するっていうのは道路設計がうまくいってないということでしょうか。今度は花束を売っている人を発見しました。いろいろと商売をやっていますね。さてここでガソリンタンクが空なので給油していきます。まあ大抵はガソリン満タンでレンタルしてくれるんですが私がレンタルした店は違うようです。その代わり返着時には満タンにする必要はありません。この右折レーンに入ってガソリンスタンドに入っていきます。トルコではどんな給油システムになっているんでしょうか。セルフで給油すればいいんでしょうか。どうやらセルフ給油はダメで店員がやらなくてはいけないようです。そしてお金は店の中で払うようです。給油が無事に完了しました。店員が QR コードを印刷した紙をくれるのでそれを持って店内で支払います。ついでに水も買っていきます。
先ほどの QR コードの紙を渡します。ガソリンとそれ以外の支払いは別々にしないといけないようです。あ、サンキュー。オッケー。それでは出発しましょう。その後も渋滞したりしなかったりのハイウェイを根気よく走っていきます。イスタンブールを出てようやく渋滞もなくなり快適に走っていきます。出発から2時間ほど走りましたが、随分と日が暮れてきました。正面に見えてきたのがオスマンガジ峡です。別名をイズミット湾峡といって、その名のごとくイズミット湾を南北にまたぐ吊り橋になっております。開通は2016年の7月の1日。全長は2682メートル、幅35.9メートル、主塔の高さが252メートル、水面からのクリアランスは64メートルとなっています。運営会社はトルコの企業ですが、日本の IHI などが設計建設に関わっています。地震リスクの高い地域にあるため、免震技術も使われています。さらに構造健全性を監視するセンサーが設置されており、長寿命化と安全性を確保しています。この橋開通以前は車で湾を回って渡るかフェリーを使っていました。それがこの橋の開通によってイズミット湾横断が6分に大幅に短縮されました。物流の効率化や燃費、時間コストの削減による経済効果だけでなく、環境面では時間短縮に伴う燃料節約により CO2 排出削減にも貢献しています。ちなみに日本の来島海峡大橋と姉妹橋提供を結んでいます。姉妹橋なんてあるんですね。ところで動画からは伝わらないのですが、この橋結構横風が強かったです。ニーグリップしてバイクにしがみついて走らないと怖かったです。正面に料金所が見えてきました。トルコでは多くの車が HGS という電子タグで料金を精算します。しかしバイクの場合は HGS が使えないということで、現金かカードで決済していきます。なので私も友人の料金所レーンに入っていきます。通行料金は80リラ、約300円弱でした。サンキュー。それではこのまま本日宿泊するホテルに向かいます。街灯もないので前の車のランプを見ながら慎重に走っていきます。この暗い道路の中、果敢に追い越しをしていく車もあります。さて、ようやく本日宿泊のイズミールに到着したようです。これからホテルを探していきます。ホテル無事に到着しました。部屋はこんな感じでした。とても綺麗で洒落ていますね。これから外のレストランで食事をとりたいと思います。
むちゃくちゃおしゃれな雰囲気です。まずはビールを注文しました。はじめに小判サラダからいただきます。シンプルでさっぱりした味でした。こちらはメインのダナボンシルロクムです。いただきます。柔らかくてとても美味しかったです。最後にトルコのチャイをいただきます。